は持ったからね。あと奥西、前回高速道を使ってトラクターでコンビニ行こうとしてたでしょ。そうだね。わかりやすい道だからいいかなって思ったんだけど、私一旦収録終わった後に運気を覗いたのよ。そしたらね、トラクターで高速を走ることが危険らしいわよ。おそらくバスによる追突が根拠ね。あらそれは、やっぱ不向きみたいだね。だから、ひょっとしたら別ルートを使った方がいいかもしれないわね。あるいはずっと路肩に寄っておくぐらいしか。なるほどね。どっちが安全だと思う？別ルートがあるならそっちを通りたいわね。高速道路よりは比較的安全でしょ？そうだね。ただ裏を返せば、高速道路みたいに舗装路じゃないから、ガッタガタの道を通っていくことになるよ。つまりは私が安全運転しないとどっちにしろ死ぬってこと。日頃から安全運転しなさいよ。トラクターに関してはそこまでスピードが出ないからシートベルトがないんじゃない？だったら自分から死ぬことなんてないと思うな。いやいや、乗り物に変わりないんだから。シートベルトがないからこそ死にやすかったりしないかしら。運転って難しいよね。いつ死ぬかわからないよ。こういうのって、ちょっと待って、嫌な予感。やだ無理だこんなので終わるわけないでしょ。まさか電車とジャストミートするなんてね。さすがに参っちゃうよね。電車がトラウマになっちゃったよ。じゃあ免許発行3枚目。写真撮りすぎてこういうのになっちゃったわ。別にあんた照れる要素何一つとしてないでしょ。パマデスについては、オンに決まってるでしょ。オフという言葉すら言わせてくれないという。悲しいね。じゃあ車内で生まれましたよってことで、転生は3回目。こいつ精神科に行った方がいいって思った視聴者は低評価をしといて。睨んでツッコミ入れてくれるのはいいんだけど低評価を進めないで。さて、それじゃあ準備しないとだね。確か、ガソリン缶だけ持ってった時は電車と衝突しなかったから、今回ビールケースは置いていこう。だいたい車の中に入れるようなものじゃないでしょ。青バンとかに詰め込んでおくと生活空間としていいんだけどね。持ち運びに便利だよ、ビールケース。一箱以下がいるか、酒を車に入れるなっつの。ちなみになんだけど、前回レイムが話した体重計はここの部屋にあって、その隣の謎空間になんとギフトボックスが届いてました。ウォッカがあるし。これ度数きついのよ。今度パーティーしない？こいつこれの向き満々だわ。パーティー会場はここね。リビング。勝手に話を進めないでちょうだい。ちなみに現実だと私はお酒飲めません。で、他に何が入ってたのかしら？お金だ。いくらかな？へえ、どのくらいかしら？1678マルッカ入ってたね。そこそこかな。それで、レーダーバスターって何？日本語のウィキに載ってなかったから英語の場所から持ってきた情報だけど、警察の検問でスピードレーダー使ってスピード計測してるでしょ？あれを検知する機械。配線不要の車パーツよ。ただ、スピードレーダーを検知することは交通違反だから、呼気検査をする場所に到着する前にこいつを外しとかないと罰金取られるから注意して。へえ、面白いパーツだね。検問があるかどうかがわかっちゃうんだ。で、フロッピーディスクはパソコンに使うからまた後で。体重計、乗ってみようかな。初期は79キロ。結構あるわね。あんた。もういい、買い出しに行く？じゃあガソリン缶を忘れずに持っていきましょうか。確か、ガレージの隅っこのあたりに置いてあったよね。ちなみに、通常のレギュラーガソリンのジェリカンはここのガレージだけど、青バンとかトラクターとかトラックとかの軽油ガソリンを入れるジェリカンは焚き火小屋だからね。よし、じゃあこれをトラクターが駐車されている場所まで運んでいこうか。なんかあれよね、主人公って走っても遅いわよね。なんか、ゲームを始めたばかりだと使える足はみんな遅いってことかな。ちなみに、トラックも結構スピード出るよ。あっちはレンジ付きの6速までついてるから。じゃあなんで3速までしか出せないトラクターなんか最初の頃に使わなきゃいけないのよ。トラックになると汎用性が高くて便利なんだけどね。大型車両同士じゃなければシートベルトかけとくと相手側が事故ってこっちは助かるし、トラックの中に食料とか詰め込んでおくとシートの後ろで寝られるからキャンピングカー代わりにもなるし、大型車両だから安心感があるよ。
そのまま仕事に向かうことだってできちゃうから、便利なのがやっぱりトラックかな。確か家の横にミニバイクあったわよね。あれも持っていけば家に帰ることができちゃったりもするわね。おじさん。車貸して現状きついよね。しかもトラクターで買い出しに行こうとする人いないよね。アップデート前のマイサマーカーだったらそういう人はいなかったでしょうね。うつ主もそうだったでしょ。前までは青バン使ってたわけよね。そりゃそうだよ。早く買い出しに行きたいもの、遅いトラクター使うより軽自動車は青バン使うでしょ。でも、今回のアップデートによって買い出しにトラクター使う人が続出するわよ。いやー、おかしな始まり方になったね。このゲーム、まあ、今後のアップデートでまた何か追加されるんじゃないかしら。ちょっと期待しましょうか。トラクターで買い出しだけは勘弁して。それで、大丈夫よね。また列車にぶつかるだとか。そんなこと起きないわよね。二度も同じようなことはさすがに起きないでしょ。気にしなくて大丈夫だよ。そうよね。さて、じゃあアップデートの続きを話そうかしら。踏切だよ。ちょうど列車が通ってるね。もうこの列車は見たくないわよ。怖くて仕方ないわ。日本みたいに遮断機すらないからなおさら怖いよね。そう考えると、日本にいてよかったって思うわね。アップデートについては、組み立てた車を修理する修理工場があるわよね。あそこで注文するときに割引がかかってたと思うんだけど、あれが10%になったわ。お水を持ち出す仕事を行うとウォッカボトル10本ゲットできるとともに 40% に割引額が上がるそうよ。ウォッカボトル10本素晴らしい。一気に2本飲んでみなさい。意識不明になるわよ。後でやろうっと。もうこいつに何を言っても無駄だわ。じゃあウォッカは飲んで死ぬなり倒れるなりあの世に行くなり好きになさい。それで次の情報ね。全部同じようなものじゃない？で、トラックにハンドスロットルが追加されたわ。エンジンかけたらヒートと一定のアイドル回転が行われて車を温めるものよ。組み立てカーの恐怖と同じ働きね。あとお主、トラックってさっき便利って言ってたでしょ。でもその反面はあるんじゃない？例えば、メンツとか。そうだね。何しろ、空の状態で満タンに入れれば1350マルしかかかるんだもの。高いわよね。でも、少しでも燃費を良くする方法があるわよ。そうなの？でも私もいい案を思いついたよ。あらそう？じゃあ私から。多くの人が知っているだろうけど、お水処理でお水が溜まってなければなるべくリアに連タイヤの片方を上げときなさい。お水がある時にこれを上げちゃうとトラクションを犠牲にしてスリップしやすくなっちゃうけど、お水がない時に上げとけば速度が出るし、燃費も少し良くなるわよ。なるほど。私はガソリン代を安くする方法だよ。ガソリンの価格が下がるまで粘るって？そんなの無理よ。違う。トラックや青バンは軽油だけど、ここをあえて灯油にしちゃうんだよ。灯油の方が安いから。なんでよ、灯油と軽油って全くの別物よ。さっきの交差点を左折して別ルートを通り回す。でもさ、灯油入れても検問じゃ引っかからないから。それに灯油も軽油も同じようなものでしょ？なわけないわよ。てかそんなので走れるの？入れられるの？大丈夫？さっき右見ましたが、あれが焚き火の納品場所になります。そして左側に見えるこの家がよっぱらいさんの家になります。たまに依頼が来ます。踏切は大丈夫そうなので交差を回す。乗り物に灯油入れようとするやついないっつの。まだ私も試してないんだけどね。でも道に安上がりだって、入れてる人おったわ。でもそれも高速道を使わなければ、の話よ。雨降ってきた。でもなんで、高速道路だと燃費が悪くなるの？いいえ、警察の検問に引っかかるわ。嘘でしょ？でもトラクターは例外だし、トラックとはいえども、馬力あったりするから何の問題もないよね。トラクターで高速道路にふざけるなー！考えようだね。さて、右側に見えるのは修理工場です。警察は厄介ってことよね。じゃあ次の情報ね。ここの分かれ道は標識のある方向、左折して小さな橋を渡ってください。ちなみに私はトラックであの小さい橋の白い部分に衝突してシートベルトしているにもかかわらず死んだ記憶があります。スピード出しすぎなのよ。狭いんだし、大型車両なんだからガードレールに衝突してしまう危険性ぐらい察することができたでしょ。
別ルートで行くときはスピードの出しすぎに十分気をつけてくださいね。どこ向いてんの？前向きなさいよ。安全運転とはこのことではありません。なわけないでしょ。ああ、そうよ。このことじゃないわ。紛らわしい言い方するんじゃないわよ。まあ、この別ルートなんですけど、完全に高速道路と正反対で舗装がされていないのと、くねくねしててスピードが出しにくいこと、あとは道幅が狭いのとアップダウンが激しいです。ゲームだからいいけど、現実でこれ運転してたら体のあちこちが痛いわよ。きっと。で、高速道路は中央分離帯があるので対向車と接触することはこちら側から行かなければおそらくないと思います。でも正反対のこのルートはたまに前方、または後方から緑の速い車が走ってくることがあるので、トラックでない限りは道を譲る、でも行きたくしかないでしょう。前方なら避ける余地はありますが、後方が飛ばすに立ち突っ込んでくるのでその衝撃で地に激突して死んでしまう。なんてこともあります。私は後方から激突されて自作の車を沼に叩き落とされましたよ。高速道路に比べれば脅威は少なめだけど、でも横断とかでもシートベルトつけてれば必死にブレーキかけて抵抗するだけでも命ぐらい助かるわよ。多分だけど、ああ、来ました。大津ですよ、今日は。トラクターなので避けましょう。今の天候は夕立ね。にしても避けるのスレスレだったわね。トラックで運転していれば相手をテイクダウンできます。言い渡してね。まあ相手をテイクダウンさせるぐらいならシートベルトはいらない気もするけど、しておいた方が身のためです。高速道なんかだとシートベルトつけてないと天門に引っかかるから、当たり前だけど、シートベルトのアップデートは結構大きいわよね。プレイヤーにとっては助かるわよ。大きな救済措置だわ。じゃあだいぶ話が飛んだけど、穴埋めにはなるわね。アップデートの情報だけど、ミニバイクの燃料コックがあるわよね。調整しないとエンジンがかからない部分だけど、あれが2段階から3段階に変更されたわよ。ポジションはセーブされるらしいわ。最初にバイクに乗って挑戦してみようかなって思ってエンジンかけてもかからなかったってことがあって、燃料がないのかなってことでしばらく燃料入れるのに奮闘して、それでも燃料が一滴も入らなくて、なんでだろって思ってたらコックの問題だったっていう。コックをいじったらすぐにエンジンがかかる。そんな哀れな記憶があるよ。コックは大事よ。みんなもバイクに乗るときはコックの確認。いいわね。で、組み立てカーにロールケージを導入すると、ダッシュボードについてる収納箱、いわばグローブボックスが開かなくなるようになったわよ。ラリーレースが毎回土曜日に開催されているんだけど、その時にケージが必要なんだよね。いつか参加してみたいな。まあそんなわけで、到着しましたよ。ここにコンビニがあります。じゃあ送るし、最後のアップデート情報。まあまだあるけど、主要な部分だけね。エンジンしてパーツが細かいでしょ？そこで、他の部品が邪魔して外せない部品のボルトは緑色にハイライトされないようになったわよ。なるほど、お疲れ様。アップデート内容が濃いよね。でさ、やっと通りがいいよ。安いじゃん。2倍の差があるのに、やめときなさいって。車に入れるようなものじゃないんだから。検問に引っかかってもいいの？高速道路通らなければいいだけの話じゃん。そうなると、あんたしばらくトラックとか青バンは高速道路通れない可能性があるわよ。別ルート通らないと。まあいいや、まずは買い出しから。No esto on möllykkätä sinullekin. まずタバコでしょ？で、ショーケース内の食料買い占め。一応ギフトマネーもあるから足りると思うけど。ちなみに、一度商品を手に取ると戻せないのよね。しかもコンビニの店長よく見てるし。虫除けスプレーも買っとこう。あとは、カー用品かな。1個ずつ。フルード液は3本必要だから、いろいろ買うわね。しかも高いし。お金とか大丈夫なの？バッテリーとかの買い占めはきついけど、1個ずつだけなら問題ないよ。あとは、オルタネーターベルトが必要だから購入しておこう。というわけで、合計でいくら？めっちゃ高い。でもまあ、過ごしていく上では欠かせないのかもしれないわね。一部の商品は買い物袋に詰め込めないのでそのままの状態で出てきます。なのでこのままトラクターに乗せます。そして買い物袋はセーブ&ロードすると中身が飛び散ってしまうのでこのまま家に帰っておかないと後から苦労します。トラクターでわざわざここまで来るのも一苦労だし、買ったもの全部詰め込んで帰りましょうか。エンジンオイル、現実でもこれがないと車は走りません。というかオーバーヒートしてしまいます。コンビニにカー用品売ってるってすごいわね。一見便利そうだけど、
ここしかコンビニないから苦労するわね。ちなみに、バッテリーはガレージに置いてありますが、アップデートにより古すぎるということでぶっ壊れています。アップデート前の時はそのバッテリーでも動いたんだけどね。バッテリーが古くて使えないという関係でコンビニにバッテリーが売り出されるようになったって感じでしょうかね。この燃料はボートとバイクに使う燃料ね。ボートに関しては入れとかないと死ぬわよ。漂流するしかなくなるわ。ちなみに、私はガレージにバッテリーが山ほどあります。その理由は放電して使えなくなったバッテリーを充電するのが面倒だから。金の無駄遣いじゃない。まあそんなわけで、続いては車を冷やすクーラント液です。これを入れててもオーバーヒートするのよね。ウプ主は、さて、とりあえず詰め込んだから、いっぱいやらせてね。ちょい、これから運転して帰るっていうのに何飲んでんの？ごちそうさまです。それじゃ、帰ろっか。こいつやりやがったわ。いいじゃない？たまにはこういう気分になってみたいってものだよ。まさか本当に酒帯び運転する奴がいるなんてね。私はどうなっちゃうのかしら。あ、そうだ、ガソリン入れていかないとダメだね。ああよかった。これで少し酔いが冷めればいいんだけど。どうかしら。すぐに冷めたりしないかしら。とりあえずいっぱいに入れていこうか。ちなみにだけど、ここのガソリンスタンド、アップデートで価格が変動するようになったのよね。なんか、アップデートでどんどん本格的になってきてるよ。このゲーム、まだまだ改良の余地があるみたいだけど、どのあたりが今度は変わってくるのかしらね。画面上にミニマップとかが欲しいわよね。私が今欲しいのは自動販売機かな。ああ？いいわね。でも飲み物が少ないわよ。コーヒーとかかしら。あるとすれば、ウォッカでしょ、ウォッカ。こいつの頭の中は酒しかないのかしら。Okay, let's go back and pay. 英語で言わなくていいわよ。普通に支払って帰ろうって言いなさい。ありがとうございました。じゃあ行こう。あ、一応ドアは閉めておこうかな。酔っててもそこはしっかりするのね。さあ、元来た道から帰りましょう。ちょっと待ってよ。全然酔いが冷めてないわ。やっぱこんな短時間じゃアルコールは抜けないわよね。大丈夫かしら。あのさ、ウプ主、もうちょっとゆっくりしていかないかしら。何言ってんの、まだ帰ってやることがあるんだから。頼むから事故だけは起こさないでちょうだい。大丈夫。そういう心配は無用だから。心配しかないから言ってんのよ。そうかな？比較的安定していると思うんだけどね。いきなりよくわからないところに衝突とかしないでよね。怖いから。あらら、未だに雨が降ってたんだね。まあいいわ。気を紛らわすためにまだ伝えてなかったアップデート情報を一つだけ伝えとくわね。あれ、まだあったの？どんな情報？よかった。冷めたみたい。ステータスバーの死ぬ要因にならない項目は赤くならないらしいわ。なるほど。まあ確かに、汚れても死ぬことはないもんね。まあこんな感じかしらね。今回のアップデートは、まあもう少しあったりするけど、不具合の修正とかそんな感じだから、大きいとかそういうことではなさそうだし、動画では説明しないわ。じゃあアップデート情報はこの辺りで。今度は今後やりたいことを話していこうかな。一応買い出しは済んだけど、どうするの？次はアイテムの整理と、エンジンパーツの組み立てとかをやっていこうかなって。組み立てが2回目だね。ウプ主は一度作っているから作れるわよね。2回はないでよ。まだサイトとかにないと組み立てられないって。あら、そうなの？どうしたの？ウプ主。いや、ちょっと考え事だよ。まあ、組み立てはどうにかなるかもね。あとは、アップデートでずっと前から追加されてる固定費に行きたいなって。主人公が別荘持ってるってすごいわよね。でも確かに気になるわね。どんな感じかしら。花火袋とか、カメラとかがあるらしいよ。ちなみに、カメラで覗く動作は分かっていたんですが、シャッターの押し方がわからないままです。ズームのインが左クリック、アウトが右クリック。シャッターはマウス中央ボタンよ。動画外で練習しときなさいね。そうだね。そうしてみると映って便利なものだよね。それで、家まであとどのくらいなのかしら？タイヤが完備されている家がそこだから。あともう少しで修理工場かな。3倍速でも結構時間がかかるのね。ちなみに、AVI ニーヘルだと何倍速までできる？これ、最大で8倍速だけど、そこまで早くしちゃったら動画が終わっちゃうよ。
せめて5倍速にできないかしら。やっぱトラクターは遅いわ。まあいっか、5倍速でも無理があるわね。このゲーム、ただでさえ酔いやすいゲームなんだから。これ以上早くしちゃったらそれこそもっと酔いやすくなっちゃうって、それはわかってるけど。まあでも、動画時間も20分超えてるし、早くしたくなる気持ちもわからなくはないんだけどさ。踏切は大丈夫かしら。そんなに怯えなくても、テストミートするのは稀だから大丈夫だって、そう言うけど、相手は120キロ超えなのよ。対してこっちは53キロしか出てないんだから、あのスピードを切り抜けられないでしょ。相手が相当離れてなきゃ、緑の車が来たから寄っておいて、ちょっと、傾いてるじゃない？よそ見しないでよ。あらら、ひどいことに。脇見運転は禁止ですよ。本当は寄ってるんじゃないでしょうね。寄ってない。グダグダすぎでしょ。まあまあ、踏切は渡ったからあともう少しだよ。でももう1回渡らなきゃいけないわけでしょ。踏切、そうなるね。でも線路を走れば踏切を渡るのは1回で済むけど、嫌に決まってるでしょ。疲れておしまいよ。まあそうだね。ヒットするなら列車が通った直後じゃないとダメかも。端っこを通ろうとするとアップデートによって沼みたいにはまる場所があるんだよね。車が。だから必ず線路じゃないとスピードが出ない。いい道を通りましょう。大丈夫よね。ジャストミートするのは稀。そうそう、通過できるよ。大丈夫。まあ、列車の音は聞こえないものね。大丈夫か。じゃああとは1本道なので3倍速で、今回は時間が押してるから無理だけど、次回あたりちょっとステータスバーを減らさなきゃいけないわよね。特にクイックだね。買ったものとかで何か食べなきゃ、ポテチとか買ったらしいけど、ものすごい水分持ってかれるわよ。お菓子って、水分なら大丈夫。牛乳を買い占めたから大丈夫。ビール、ウォッカ、キルージュ、アルコールで喉を潤すな。まあ、ウォッカに関しては全ブルで持っていけるから全ブルをした時に飲んでからやっていこうかな。なんで酔いながら全ブルすんのよ。思考と判断力が鈍るわよ。リアルの方で鈍ってないから大丈夫でしょ。いや、そうだけど。でもものすごい視界が見れるわよ。そんな中でギャンブルなんてまともにできるのかしら？何言ってんの？ブラックジャックで勝負するわけだし、カード引くかそのままにするかの2択なんだから、難しくならないでしょ。お金に関わるんだったら本気で勝負するのよ。負けたらアウトだから。まあ、この私が最初に負けることなんてないだろうから、大丈夫でしょ。その言葉、よく覚えておきなさい。後で必ず痛い目に遭うわ。それじゃあ買い物袋だけ先に下ろしておこうかな。トラクターがものすごいことになる前に、冷蔵庫に入れて閉じ込めておくとか、バカバカしいことするんじゃないわよ。カー用品とか虫除けスプレーとか入ってるんだから、今度は冷蔵庫がハッピーになるわよ。ちゃんとテーブルの上に置いときましたよ。さて、あとはガソリンをガレージに戻して終わろうかな。元々の場所に置いといても面倒なだけだからハンマーの前でいいや。あとはトラクターのドアを閉めておいて、家の中に入ってセーブして終わろうかな。これで1日が経過したわね。いやー、長かったわ。と言っても何回か死んでるからだろうけど。というわけで、今回はこの辺りで終了です。火曜日にまたお会いしましょう。これから先、何が起こるのやら、私には想像ができないわね。じゃ、また次回。